はい、こんにちは。コリジョン設定の動画への質問で、コリジョンは何で設定する必要があるんですかという質問があって、オーバーラップを作りながら説明しようかとも思ったんですが、個別の説明にした方がいいかもなと思ったので、今回はコリジョンを何で増やすかの説明をしようと思います。一応前提としてですが、コリジョンを追加しなくてもゲームは作れます。ではなぜコリジョンを増やすのか。シャープ10でも若干問題が起こりましたが、複数のオブジェクトのオーバーラップが重複すると、うまく判定が走らない場面に何度か遭遇したことがあるので、特定のオブジェクトとしか反応する必要がないものに関しては、固有のオブジェクトチャンネルを持っていた方が問題が起こりづらいので、その方が余計なバグに悩まされることがなくなり、作業がはかどるというのが個人的な見解です。複数のオブジェクトが複雑に重なり合うような場面がないのであれば、固有のコリジョンを増やす利点は特にないと思います。逆に18個以上増やせないという制約があるくらい、コリジョンを増やすことで処理負荷が増える可能性があるので、増やさない方がいいかもしれません。この辺のコリジョン追加に関する情報が少ない気がするので、そうじゃないよとかもっとこうした方がいいというような意見がもらえるように、叩き台として動画にしているという状態でもあります。ということで、なぜコリジョン追加をする必要があるのかの回答は、多少処理負荷がかかる可能性があったとしても、自分がこの方が作りやすいからです。これで伝わるかどうかはわかりませんが、一応の理由を説明しました。って感じで次回こそオーバーラップに進みます。次回もよろしくお願いします。